ベンツはマツダを振り切ろうとさらにペースを上げてきた。エンジン勝負になった。正直41時の松浦が言い放ちました。我々が作ったロータリーエンジンを止めない。メルセデスは煽られる形で必死に逃げていく展開に。レースは残り時間4時間となった。その時だった。世界で一番高い山はエベレスト。自転車ロードバイクならツール・ド・フランス。自動車での耐久性とスピードを競うまさに聖地がル・マン24時間耐久レース。世界の名だたる自動車メーカーが技術力を競うレース。日本で初めて優勝した車があった。2018年のル・マンでトヨタが優勝するまで日本車で唯一伝統の耐久レースを制した伝説の車です。ライバルは世界最強です。日本の自動車業界でマツダはちっぽけな存在です。しかし自動車の創世期からエンジンの主流となっていたレスプロエンジン以外で馬を制覇した唯一無二のエンジンがこのマツダ 787B。 この心臓こそ R26B ロータリーエンジンです。ロータリーエンジンを知らない世代が増えてきました。メカニズムを概要だけした方が良いのではないでしょうか。そうですね。従来のレスプロエンジンと比べて往復運動を回転運動に変換する補給類が必要ないので結果軽量コンパクトな構造になります。当時西ドイツの会社 NSU 社には契約を求めてベンツやポルシェなどの世界の一流メーカー100社が殺到していた。マツダの契約の条件は当時の物価でも2億8000万円、従業員8000人分の月給に相当した。実際買ってきたものも耐久性に欠陥がある実用化を前提としたなんちゃってエンジンでした。こんなわずかな傷が線が入ってしまうんですね。こんなわずかな傷でもわずかじゃないんですよ。これがわずかじゃない。でもですね、ミクロンを隙間があるとガスいうのは抜けるんですよ。風船に小さな針を刺しても抜けますね。針と一緒で。私の伝えたい部分はマツダの生き様ですので割愛します。時はオイルショック。ロータリーエンジンのブランドは最悪だった。会社は深刻な経営危機に陥っていた。ロータリーエンジン車は売れ残り、173億円の経常赤字を出した。リーダーの山本圭一は耐え難い時間を過ごしていた。経営赤字の非難はロータリーエンジンに集中した。燃料代の高騰で日本国民の精神の悪が原因です。エンジンが悪いんじゃなくて外部環境の悪が非難される要因でした。大規模なレストラが断行されて技術者の多くが営業に回された。慣れない生活に疲れて非公式ですけど自殺者も出たと思います。ロータリーエンジンは悪魔のエンジンと忌み嫌われた。経営会議ではエンジンの存続をめぐる持論が交わされていた。開発責任者は経営危機を招いた責任を取り辞表を出しました。しかし役員の一人が言いました。このまま辞めればロータリーは失敗だったことになる。開発責任者がエンジンを買ってくれた人々を裏切ってはいけないと思った。議論の末開発の今後決まり、開発者たちは汚名を晴らすと誓った。この頃ロータリーエンジンに思いを寄せる男がいた。寺田洋一当時27歳。寺田は25歳の時マツダの専属ドライバーになった。富士スピードウェイで初めて乗った経験したことのないパワーと加速。ロータリーエンジンの虜になった。存続の危機にあるこのエンジンを救いたいと思った。めちゃくちゃ速いんですよ。でね、いくらでも回るような気がするのエンジン。汚名を返上するためにどうすればよいのでしょうか。24時間耐久レースはエンジンの燃費と耐久性が求められる。ルマンを制覇しようと寺田は考えた。ルマンとは何かについて知らない人がいるかもしれませんね。グランツーリスモにも出ているので解説します。パリの南西200キロにある町ルマン。制限時間内どれだけ走行できるかを競うレースです。一番のポイントは24時間後の段階で車が動いていないと完走とみなされないんです。ポルシェやフェラーリもこれで勝って名声を手にしてきた。市販車を改装して完走14位からの功績からついに会社の全面支援を役員会議からこぎつけた。この世で一番速いエンジンを作る技術者1000人が総動員された。平成3年は出力700馬力を誇るロータリーエンジンが誕生した。ルマン制覇の準備が整った。しかしこの年驚くべき知らせが届いた。ルマンの規定が急遽変更されロータリーエンジンの出場は今回限りとされたのである。というのも自動車メーカーの嫌がらせとも思える数々のレギュレーション変更が行われたためロータリーエンジンの使用が禁止となる事態となったのです。1991年マツダは特別措置にてロータリーエンジンでの参戦を認められましたがマツダの参戦もこれがラストチャンスとなりました。このレギュレーション改定に至った背景には当時耐久レースの実績を積んできた日本メーカー特にマツダに対して
優勝の可能性があるとヨーロッパ圏では脅威があったためと囁かれています。彼らは最初で最後のチャンスに全てをかけることになったのである。平成3年6月22日、ルマンが幕を開けた。前年優勝のジャガー、優勝候補のベンツ、世界の強豪が次々と乗り込んできた。ルマンが始まった。2550リッターのガソリンで何キロ走れるかが勝負となった。午前3時先頭を走るのはベンツだった。2位は4周遅れて前年優勝のジャガー。それを追いかけていたのは松田だった。朝5時、ついにジャガーを振り切った。最後は2位か。よくやった。チームでは2位維持の声が上がった。しかし、いつもは慎重だった監督の大橋が突然言った。2位では今までの屈辱は何になるんだ。トップを目指さないとそんなメーカーが敗れ去る。1位のベンツは4周先を独走していた。大橋は賭けに出た。プレッシャーをかけてベンツのペースを乱す。ペースはより指示を出した。チーム内でも表彰台を流しかねない走り方だと抗議が飛び交っていました。トップを走るメルセデスチームに動揺が走り、戦略の見直しを迫られることとなります。ベンツは松田を振り切ろうとさらにペースを上げてきた。エンジン勝負になった。その時41歳の松浦が言い放ちました。我々が作ったロータリーエンジンは止めない。メルセデスは煽られる形で必死に逃げていく展開に。レースは残り時間4時間となった。その時だった。突然ベンツがピットに入った。無理に飛ばしたベンツのエンジンからは白煙が吹き上げていた。一番の作戦は的中した。一瞬あったベンツの差はみるみるうちに縮まった。午後1時4分、ついに松田はトップに躍り出た。もはや敵はいなかった。世界放送される中、3時間首位を独走した。ロータリーエンジンは最後の面に圧倒的な強さを見せつけた。ガソリンがいたと非難される危機に瀕した。ロータリーエンジン、ついに世界最高峰の耐久レースに勝利し、汚名を晴らした。廃墟からの復興を誓った松田。激動の時代を乗り越え、広島の奇跡となった。何耐え難いその1年がかり何年もかけてこれを追っかけてきたわけですよね。だからもうみんな大騒ぎですよ。もうその場におられんような感じになりましてね、ピットの奥の方へ逃げて帰って仕事をして涙を流すシーンなんていうのはそう男に生まれっていうかそういつもあるもんじゃないじゃないですかね。自動車会社の多くがロータリーエンジンを諦めていく中、マツダだけは執念とエンジンへの情熱を持ち続け、歴史を作ったのです。命を吹き込まれたエンジン。しかし、ロータリーエンジンは現在は販売されていません。今の流行りで言えば、ハイブリッド車が人気のため、メンテナンスの費用が多く、燃費が悪いロータリーエンジンは衰退していくことは余儀なくずれました。私が今回皆様に伝えたかったことは、挑戦する人が増えれば、世の中は楽しくなる。みんなも幼い時期を経験しています。ボタンがあったら押してみたくて、車のハンドルがあったら回してみたかったんです。なんかの車のボタンを全部押したりしてね、楽しかったです。在学中に国家資格の自動車整備士、ガソリンとディーゼルを取得して学士号も取りました。しかし、給与が安定しているという理由だけでした。運命が変わる動画が YouTube にありました。当時の夢を思い出しました。自分の時間を生きているという実感があります。いつか死ぬ。限りある時間。一緒に夢を目指す存在になりたいです。今日が一番若い日、過去の後悔や言い訳をするより、これからどうするか。それが自分の時間を生きるということだと思います。今、私たちは生まれて初めての一度っきりしかない人生をぶつけ本番で生きています。苦しむために諦めるために生まれてきたんではないんです。私たちは世界を楽しくするために生まれたんです。世界を楽しくするためにはどうすればいいかって、それは身の回りの人を巻き込んで挑戦することです。マツダのロータリーエンジンは世界を楽しくするために作られたんです。できない言い訳じゃなくて、できることを考えた。歴史で証明したんです。趣味の乗り物、例えばバイクに燃費を気にする人は少ないように、人間味があるものを所有していて幸福を感じるんです。なんだか松田車に乗る人っていうのは会社の生き様に共感してるのかもしれないですね。この YouTube で星の数ある動画の中、視聴者が私の動画と出会うなんて奇跡です。本当奇跡だと思います。自分の時間を生きていきましょう。またね。皆さんにとってロータリーエンジンって何ですか？